はい、皆さんこんにちは。山下エンジニアリングの山下です。今日も V350 に乗ってるんですけど、この車ヤフオクで現状で買ったんですよ。で、程度はまあまあいいなと思ってたんですけど、リアのエアサスがもう結構劣化して、なんか風船みたいになってるんですけど、もうそれがパキパキになってて、いつエアが漏れてもおかしくないような状況なので、とりあえず部品を買って、今日届いたので、サクサクっと交換しようかなと思っています。ただ、僕本当に作業しながら撮影が結構苦手なんですよ。なので、上手に撮影できればいいなと思っているので、これが、無事アップできればいいなと思ってます。それでは皆さんまたよろしくお願いします。こんな感じでですね、下の方がバキバキになってますね。ここに空気が入って、車高が上がるような構造になっています。このバキバキの風船を今日は交換する予定です。V クラスはエアサスなんで、ジャッキアップの時にジャッキアップモードがあるんで、ジャッキアップモードにしてください。そうしないと多分エアサスがズルズルズルと伸びちゃうんで、これが推奨ですね。買ったエアサスがこれですね。結構雑に入ってました。なんか象みたい、サイみたいな感じで触った感じは。ここにエアサスの、コード挿して、ボルト2本。あと下はもうぶっ刺すだけなので。分かれば全然簡単な作業です。ちなみに1個2万プラス税ぐらいでしたね。両方で4万円ぐらいです。多分ディーラーでやると10万円超えるような感じらしいんで、難しくないので、V のオーナーは自分でやった方がいいと思います。事故とか怪我とかのリスクはあります。多少いじれる人なら自分でやった方がいいかなと思います。はい、とりあえず今ジャッキアップして下に潜ってます。タイヤを多分外さなくてもいけると思うんで、ここの2本ですね、トルクス2本とここが、刺さってるだけなので、簡単だと思います。はい、ですね、エアバッグに空気が入ってると、工具が入らなくて、エアサスのヒューズを抜いて、このポンプ側ですね、ポンプ側はトーミリで止まってるんで、トーミリでエア抜いて工具が入るようになりました。でもうちょっと緩めたので、もうちょっとこうやってカタカタ動くぐらいなので、もうすぐ取れると思います。摘出完了しました。ですね、こんな感じです。一応バネサスにもできるみたいなんですけど、エアサスの方がいいかなと思って今回はエアサスを、発注しましたね。はい、右がですね、外したものですね。で、左がこれからつけるものです。一目瞭然なんですけど、多分メーカー一緒ですね。一応 OEM 品なんで純正と同等品だとは思うんですけど、どれくらい持つのか。一応記録簿で見たらまだエアサス交換歴なかったので、多分初の交換だと思うんですけど、これからサクッと、取り付けていきます。はい、とりあえずですね、つないで空気が入りました。一応エア漏れもなく、機能してくれてます。はい、右側の取り付けも終わりました。ですね、エアサスのコンプレッサーはデフの左横ですね。ちょっと暗くて見えづらいんですが、これです。これがエアサスのコンプレッサーになるので、ここの根元をトーミリに溜まってるホースがあるんで、これを抜いてもらえると、エアサスのエアが抜けるので、工具が入るようになります。
カメラがちょっと入らないので、分かりづらくてすいません。あとちょっと暗くなってきちゃったので、作業を急ぎます。はい、ヒューズを挿してからエンジンかけました。まだジャッキアップモードになってるんで、これを解除すればエアーが入って、膨らみます。では解除しますね。ちょっと分かりづらいですけど、上がってますね。どうかな。あ、上がりました、上がりました。ちょっと分かりづらいかな。とりあえずエア漏れもなく機能してます。こっちの方が分かりやすいです。多分撮影なかったら賞味1時間半とかで全然終わる作業なので、そんなに難しくはないと思います。はい、外したサスですね。もうなんかバキバキで、もういつ破れてもおかしくないみたいな感じですね。はい、交換も終わり、テストドライブもしてきました。気持ち乗り心地が良くなってるからっていう感じです。多分プラシーボだと思いますけど、まあでもちょっと良くなってると思います。っていうか思いたいです。V350 なんですけど、燃料ポンプのリコールがあったみたいで、2020年ですね。去年なんかそれはリコールが出たらしくて、で、記録も見て、メルセデスのサイトで問い合わせしても全然、リコール対応受けてなかったので、これから近くのですね、シュテルンに行って、燃料ポンプ交換してもらうことになりました。結構ラッキーですね。燃料ポンプ交換するの結構大変なんですよ。によっては燃料ポンプ落とさなきゃいけないし、ガソリンは入ってるし重たいしなんで、ちょっと自分ではできない作業なので、結構これはラッキーでしたね。その前になんか手放しちゃったオーナーさんとか結構かわいそうだと思うんですけど、とりあえず、長く乗れそうな感じなので、まあ、ちょいちょい手入れながら、頑張って、働いてもらおうと思っています。今は絶賛 XJR1200 を、作業中です。また、多分完成したら、PV 作ろうと思ってるので、皆さん楽しみにしていてください。花粉が大変ですが、暖かくなってきたので、はい、まだまだ頑張りたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また皆さんよろしくお願いします。